源氏物語1、桐壺。ある天皇の時代、身分が高い女性がたくさん後宮にいたが、天皇はある一人の身分が低い女性を深く愛していた。彼女の部屋の外に桐の木があったから、みんな彼女を桐壺と呼んだ。多くの女性たちは父親の権力で後宮に入って、自分が次の天皇の母になることを願っていた。だからみんな桐壺に嫉妬していじめていた。それを知って天皇はもっと桐壺だけを愛した。桐壺も後ろ盾がなかったから、天皇の愛だけを頼りにしていた。やがて桐壺は男の子を産んだ。第二王子だった。第一王子の母は右大臣の娘。みんな第一王子が次の天皇になると知っていた。しかし第一王子より桐壺の第二王子の方がずっと美しくて、何より天皇が桐壺だけを愛していたから、みんな第二王子が皇太子になるかもしれないと思った。それで第一王子の母は桐壺を憎んだ。後宮の女性たちと一緒になって桐壺をいじめた。それをかわいそうに思う天皇は、さらに深く桐壺だけを愛した。桐壺は体が弱かったが、ある年の夏、とうとう重い病気になって、王子を連れて実家へ帰った。その日の晩、桐壺は亡くなった。天皇は深く悲しんだ。せめて桐壺との子供と一緒に悲しみを分かち合いたいと思ったが、王子は母の家でしばらく喪に服さなければならなかった。やがて第一王子が皇太子になった。天皇があれほど愛した女性の子供でも、その家族に権力がなかったら天皇になれないのだとみんな思った。数ヶ月後、第二王子が宮中へ戻った。第二王子は第一王子よりずっと美しくて、ずっと頭が良くて、楽器も上手だった。ある時、外国の占い師が宮中へ来て、第二王子を見て言った。この子は国の親になることができるが、それでは幸せにならない。しかし、天皇を助ける人にもならない。それを聞いた右大臣は気分が悪かった。第二王子が自分の孫を脅かすかもしれないと考えた。天皇は、このままでは桐壺の子はきっと権力闘争に巻き込まれると思った。それで天皇は第二王子を皇籍から外すことを決めた。天皇になる可能性がなくなったら、彼は普通に幸せに生きることができるだろう。
天皇はずっと桐壺のことを思って悲しんでいたが、ある日、桐壺によく似た女性がいるという話を聞いた。それでその女性を後宮に入れた。庭に富士がある部屋に住んだから、この女性を富士壺と呼ぶ。富士壺は本当に桐壺によく似ていた。それで天皇は彼女を桐壺と同じように愛した。天皇といつも一緒にいる第二王子もよく富士壺にあった。富士壺は王子に優しかった。王子は富士壺が大好きになった。美しい花を見たらいつも富士壺に見せたいと思った。楽しいことがあったら富士壺に教えたいと思った。やがて第二王子は元服した。元服したらもう大人だ。大人の男性は後宮に入ることができない。彼はもう富士壺に会うことができなくなった。天皇は彼を皇籍から外して源氏の名前を与えた。天皇の後ろ盾がなくなった源氏は、その日、左大臣の娘と結婚した。左大臣の娘は上品で美しかった。しかし、源氏は富士壺が一番好きだった。左大臣の家の人たちは一生懸命彼の気を引こうとしたが、源氏はあまり妻のところへ帰らなかった。何日も宮中に泊まって、富士壺の部屋から聞こえる楽器の音や人の声に耳を澄ませていた。